皆様こんばんは、おじいです。本日の作品は、夏目漱石、夢十夜、第八夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三、四人が、一度にいらっしゃい、と言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら6つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。するとお尻がぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。正太郎が女を連れて通る。正太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうもなんとかです、と言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄い髭をひねって、どうだろう、ものになるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、ものになるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなって、やがて目を閉じた。すると白い男がこう言った。旦那は表の金魚売りをご覧なすったか。自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると突然、大きな声で、危ねえと言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力のかじ棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。
自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡餅や餅や餅やという声がすぐそこでする。小さい杵をわざと薄へ当てて拍子を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだからちょっと様子が見たい。けれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけがする。自分はあるだけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると帳場格子のうちにいつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒い、まみえの濃い大柄な女で、髪をイチョウ返しに結って、黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま札の勘定をしている。札は10円札らしい。女は長いまつげを伏せて薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのはたかだか100枚ぐらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然としてこの女の顔と10円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな声で洗いましょうと言った。ちょうどうまい折だから椅子から立ち上がるや否や帳場格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには女も札も何にも見えなかった。台を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や斑入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく経ってこの金魚売りを眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。